とりあえず買っとこう。決算資料も良くて、優待もある銘柄4選。ニアチャンネルで9月で購入した銘柄5選っていうのがあって、財務基盤とか収益の直近の計算を分析して、それって僕にとっても買い時なのかなっていうのを精査していきます。というのもね、どうして他のチャンネルをパクるかっていうと、株初心者にとってこれまで僕の動画っていうのは、決算の数字ばかりで楽しめていないかなというように感じたんですよね。千葉新総裁の誕生とその影響、石破茂氏が自民党の新総裁に選出されたことによって日本の株式市場っていうのは大きな反応がありましたね。特に9月27日の急激な円高の進行とともに石破ショックで、こんな時に変わるんやんってみんな思いましたよね。場中に発表してほしかったな。日経平均は一時2000円を下回る下落を記録して、多くの投資家が石破氏の経済対策に対して警戒感を示しました。というのもね、この人は金融所得課税の強化とか法人税の引き上げをするぞって言ってるので、僕たちとか企業家にとってはなってほしくなかったなっていう、このような発言が市場での不安を引き起こして投資家の売りが広がったと考えられています。なんだかんだ言っても10月の現在の株価っていうのは下落を戻して通常運転に戻っています。石破ショックで株価暴落は一時的なもので、総理が決まったっていうことで、毎回決まるたびにアメリカの大統領が決まったっていう時にもそうだけど、リーダーが決まると株価の見通しが立ち、安心感が出る。その結果、相場っていうのは安定するし、上昇もしやすいね。新しく株を始めた人が多い中、こんだけね、上下するっていうことは今までなかったんですよね。アルゴリズムの一気に売りがとか買いがっていう、あと海外投資家がこんなに株価が上下するっていうのは今までなくてね。だから僕でも冷静じゃない時ってあるんですよ。そういう時にね、メンタルの重要性として日記を振り返ることによって自分の投資の目的、長期的なゴールに関して一貫性が持ててるのかなって。あ、これすぐ儲けたいからとか逃げたいからと思って売ろうとしてるな。でも、もともとこれは株主優待で長期で持つって思ってた値下がりも許容できたから買ったでしょ。だから持てる。半年とか1年経って元に戻ってくる。値段は一緒だけど配当と優待もらってるからトータルでプラスになってるじゃん。これがね、短期的に売ってしまうと、半年後1年後忘れた頃に上がってて、あの時持ってればよかったなってなるんですよ。投資の世界では成功失敗は常に学びの機会。5年10年眺めてると、ああこのパターンねってもう考えなくてもパターンで分かってくるから、もうスマホだけでワイワイができるようになるんじゃないかな。とにかくね、同じミスを繰り返さず成功した戦略を強化するっていうこと。僕だってアルゴリズムって言ってるけど、毎回こう見直しをしてね、あ、これってデイトレードにもいけるんだ。いや、むしろデイトレード向きの手法だったかもしれないなとか、毎日あれこれ試してる状態です。全体の相場に言えること、それは自分の都合で買うんじゃなくて、株に限らずね、勝負事っていうのは行動を自分から仕掛けるっていうよりは、株相場が混乱して暴落した時、配当と優待権利確定日で株価が下がる時、そこに買いを仕掛ける。動くタイミングっていうのは自分都合じゃなくて、相手が弱くなっている、調子が悪い時に攻める。自分の最高のパフォーマンスの時に相手が弱点を見せた時に、あ、これ絶対勝てるな、絶対儲かるなっていう時だけエントリーしろっていうこと。ではね、早速魅力的な銘柄見つけたので、再度分析したので解説していきます。証券番号2801キッコーマン。現在の株価、いくらっていうのはどうでもいいんだけど、価格帯別見ると大半が含み損を抱えている状態。出来高価格帯を見てわかるように、みんなより安い価格で購入できる状態だよね。なんで株価が下がってるんだろうね。業績が悪くなってるんだったら納得いけるんだけど、業績が良くなってるけど、一時的な半年のスパンで見ると下がってるから、割安なんじゃないのかな。PR が高めっていうのは、食料品だから、食料品は不況でも人間食べ物を購入するじゃないですか。だからディフェンシブ銘柄に該当します。だから全体市場の PR15 倍っていうのは参考にならなくて、業界比較を行うと割安かっていうのを判定できます。業界動向との比較、食品業界全体的に言うと、原材料費の高騰とか物流コストの上昇に直面していますが、キッコーマンは海外の事業の成長により、この逆風に対して堅実な成長を見せています。円安、円高とかそういう変動に左右されない、お互いが打ち消すような安定した収益がある、そういうのを目指すのが食料品っていうか全ての銘柄に言えることですよね。この逆風に対して特に海外事業が牽引する形で国内市場の成長を鈍化してるんだけど補ってます。食べる人っていうのはね、減っていってるからね。だから普通に考えると業績っていうのは悪くなっていくはずなんだけど、ちょっと海外の割合を高めて全体的に売り上げ上がってよかったじゃん。で、いつもだったら業績が何%何億円上がってとか言うんだけど、もう先に優待の魅力、これ買いたくなるかっていうのが問題なのかなと思ったんで、確かにそうだよね。優待が好きだっていう人はたくさんいるし、もっと期待っていうのがディフェンス銘柄。ましてはね、食べ物だから自分で食べて消費することができる。お金も使わない、節税にもなる。優待内容は、これ株価が最近5分の1の投資金額になったんですよね。分割で。だから、優待利回りは単純に5倍に
なったっていうことになりますよね。しかもこの条件の緩和っていうのがあって、継続扶養期間が1年以上で1000円相当っていうのがあったんだけど、これがね、半年に縮小緩和されたんだよね。これは2025年3月以降適用だから、今年の3月分までは1年持たないとダメ。で、3年以上で2000円相当になると。キッコーマンの株主優待は、同社のグループ商品の詰め合わせ、主に醤油、大豆、ケチャップとか定番商品とかグループ会社の新商品が含まれており、家庭でも日常的に使いやすいアイテムが提供されています。特に食料関連の株主優待としては非常に実用的っていうかな。長期で持ったら新商品とかバラエティっていうかな。さらに種類とか数が増えて3000円相当になる。3年以上持つっていうのはよく僕は売っちゃうけど。で、僕は料理っていうのは一切できないけど、醤油はかけるし、豆乳は毎日飲んでるし、利用用途がたくさんあるからもらって嬉しい内容だよね。優待の権利確定日は毎年3月。優待品の到着は8月。下旬以降に行われ、だいぶ遅いね。まとめると、キッコーマンの株主優待は、株主にとって非常に実用的で、よく使う商品だから、多くの株主から高い評価を受けてる。いいんじゃないの？なくさないでほしいな。長期に対する優遇もあるから、株価がより安定するような動機付けっていうのかな。優れた制度だと思います。これ僕もいいなと思ったのは、牛乳をね、たくさん飲んでたんだけど、植物性タンパク質を摂取した方が体にいいんじゃないかなと、豆乳を飲むようになりました。イソフラボンは女性ホルモンに似た作用があるので、血管、骨とか健康な状態に保って、コラーゲンの生成を促進するから美人ホルモンと呼ばれることもあり、だから男性でもイソフラボンの美人ホルモンっていうのは摂取すると印象が良くなって効果的な投資行動になるんじゃないかなと。配当金の推移が右肩上がり。このような決算資料が直近であるんだけど、これを要約するともうこれだけ。財務健全性は25点満点中23点。経営陣のビジョンとリーダーシップに関して数字の実績部分がいいっていうこと。あとは長期視点の企業の方向性と成長の可能性があるなということ。成長性に関しては24点。新たな分野、新分野に参入している企業が新しい商品とかで早速株主優待にも載せてきてね。未来の収益性を見ると、まあこれくらいかな。市場ポジションにおいてはもう満点25点。調味料とか豆乳、ケチャップ、醤油。それってメーカー、もう成熟産業だからもう固定しきってる。だから新規に参入してくるやつって絶対ないよね。長年のブランドの信頼性と消費者からの認知度が高いっていうこと、市場シェア、競争上の強みの確認っていうのができますね。技術革新、新商品の開発するための投資を行っている。決算には固有技術であるその特許を利用した競争優位性の獲得っていうのも記されています。将来性は23点。日本の市場に対してはもうこれ以上伸びようがないけど、海外の比率をどんどん高めていってるっていうことから将来性は23点かな。よって総合評価は95点ですね。これ結構高いんです。キッコーマンは強固な財務基盤と市場ポジションを持っており、これは誰が見てもっていうか数字から明確にね判断できます。特に海外市場での成長が著しくなっている。国内市場の成長は鈍化しているけど、全体的な企業の成長には大きな影響はないと見られています。で、人間の意識。これを見てみました。人間の意識が高まると興奮状態になって買いたいって言って、PR がね、高くなってもまだ買いたい、それでも買いたいってなるんですよね。ディズニーランドのオリエンタルランド。これがいい例だね。認知度が高いっていうこともあるし、ディフェンス銘柄っていうこともあってね、資金がこっちに流入して株価が上がりやすい状況です。だから超長期で見ると買うべきかっていう話なんですよ。もうこのアルゴリズムが出たっていう時点でもう買いだなと思って買いなんですよ。じゃあいくらにしようかなって思ったので、キッコーマンは強固な財務基盤と成長市場を持っていて、特に海外事業の拡大が期待されているっていうか、それが実績であって、他の投資家はそんなの知らない？決算を読み解かないとわかんないじゃないですか。だからこのギャップっていうのが半年とか1年ぐらいには見直される可能性が高いな。だから持っとくといいな。しかもこの5分割になったから安くなってる？求めやすくなっているから、僕だったら持っとくね。一時的な市場の変化はあっても、長期的な成長が見込める銘柄だから、長期銘柄として、アルゴリズム設定しなくても、買ったらずっと持っとくっていうことでもいいかな。デメリットは優待が年に1回しかないから退屈するかな。でも、17万円くらいで購入できるって、ちゃんと役に立つ優待商品だから、予算に余裕があれば持っとけばいいかなって。さあ、皆さんスマートフォン持ちましたか？証券アプリ注文してます？今度でいいとか、後でとか、いう人いるじゃない。そのね、後でいいっていう人は損の積み重ねで、貧乏な状況を自分で将来の貧乏になっている状況を作っている状態なんだよね。
今生まれたタスクっていうのは、スポーツでいうテニスと一緒。相手からポーンとボール飛んできた。じゃあ、ポーンって早く返す。卓球もそうだよね。来た。返す。タスクすぐ処理する。ここで。基準の価格を1700円以下で超えたらいいなと思ったので、この値段にしました。損切りの値段は、1547円、91% の価格で損切りを行う設定です。そうすることで損失を限定することができるし、見るの忘れたとか、寝坊したとか、自分の負けない環境を作るっていうのが大事。トレーディングの開始は 106% の1802円になってから、これはちゃんと値上がり。ほんのちょっとしか上がらないのに売ってしまった。で、その後めっちゃ上がったなっていうのはよくあるパターンなんで、機会にちゃんと見てもらおう。一定数上がってそこから 3.3% の60円くらい59円下がったらトレードを開始した後にね、それ以上の下落がやると、ちょっと押し目買いかな。ちょっと下げトレンドが変わってんのかな。っていうことで、利益確定が行われます。で、アラーム設定1800円と下が1600円ぐらい。上限の1800円。これ以上になると、これようやく上昇トレンドになってるのか。だから優待だけじゃなくてキャピタルゲインを狙って200、300を買うっていうのもいいし、1600円。これを下回ると安く優待がもらえるんだねっていうから、自分は100株だけ持っといて、家族にも安くなってるよって伝えとくといいですね。次の銘柄は証券番号2802、味の素。みんながよく知ってる銘柄なんだけど、軽く言うよ。会社の概要は、調味料、食品、冷凍食品、ヘルスケア商品、バイオフォーマサービス、電子材料などを展開するグローバルな企業です。味の素、ホンダシー、クノールっていうブランドの商品で知られて、国内外で高いシェアを持っています。調味料や食品、冷凍食品だけじゃなくて、アミノ酸やバイオ技術を活用した医療品サプリメントにも注力しています。ほら、サプリメント、医療品とか、そういうのって単価が高いから、3割負担で、なんか普通に払ってるけど、7割足すと1万円とかね、あるよね。優待の内容を確認していきましょう。自社グループの商品詰め合わせが提供されています。具体的には、醤油、コンソメ、スープとか、アミノバイタルのような健康食品が詰め合わせで送られてきます。どれくらい持ったらいくらくらい持ってくるか。それは100株以上で1500円相当の自社グループ商品か。500株以上で3000円相当で1000株で、かつ3年以上持ったら7000円相当になる。めっちゃ大きいとは思う。でもね、そろそろ分割してほしいよね。5800円って高いやろ。優待の基準日は毎年の3月で、届くのは7月下旬から8月初旬にかけて発送されます。1000株以上の長期保有者向けの優待は9月下旬に発送されるとのこと。僕の感想として、味の素株主優待は日常で使える商品が多いから、キッコーマンと同様に長期保有のインセンティブ、つまり動機が高い制度で株価が60万円って言ったじゃないですか。気軽に購入できる銘柄じゃないんですよね。そうだね。投資資金が1000万円以上ある人は100株購入したらいいよね。ということでパパに伝えとこう。パパは高配当銘柄しか買わなくて、優待はほとんど興味がないんだよね。僕も配当を優先していますが、資金は2000万円超えたら長期で動かさないで、優待部屋みたいなものを作りたいんです。時価総額が3兆円近くのめっちゃ大きい企業で、PR が30倍ぐらい。自己資本率は45で、ここですね。業界動向との比較。食品業界全体では材料費高騰、物流コストの上昇が影響を与えていますけど、味の素は海外市場での利益によって支えられているから、それだけじゃなくて、特にヘルスケア、医療の成長が著しくて、他の競争企業に対しても強い競争力っていうのを維持しています。決算を見ていって、要約を僕は読み上げていきます。財務健全性に対しては23点。このように安定した財務基盤を持っていて、この資産の合計は一応8355億円と増加して、自己資本比率は 45.1% を維持している。有料負債っていうか借金なんだけど、これのバランスも健全。じゃあなんで2点マイナスにして23点かっていうと、負債の合計が550億円ぐらい増えてるから、若干のリスク要因になるかな。だから満点には達していません。で、成長性に対しては25点満点中22点。売上は前の年と比べて 7.7% 増加して3655億円を達成。マイナスポイントは利益自体が 12% ほど減少しているからマイナスポイント。この税金、一時的な減益っていうのは税金が影響していて、長期的にはさほど影響しないかなって思ってます。成長ポジションに対しては25点満点中24点。味の素っていうのは国内で強力なブランドを持っていて有名ですよね。特に
調味料とか冷凍食品の分野とかにも競争力は意外と高い。海外市場にも拡大しているから、市場ポジションとしては24点ほぼ満点。マーケティングも進化していて、テレビとか SNS で積極的。将来性は25点満点中23点。利益が去年より 9% ぐらい上昇するよって見込まれていて、医療の分野で成長が期待。一方でコストの上昇とかリスクっていうのがあるから、それを考慮すると23点かな。総合評価は92点。味の素は安定した財務状況を維持しつつ、海外の市場で強い成長が見られます。国内外で成長のポテンシャルは高く、特にヘルスケア分野での収益拡大が期待されています。じゃあこれですよね。買いか買いじゃないかっていうの。純粋に業績とか、そういうのを見ると買いかなって。安定した財務基盤に加えて成長市場の優位性が高い企業であって、特に長期的な成長を見込むことができる銘柄なんだけど、僕の場合は予算がないので買わないです。株の運用資産が700万円ぐらいしかないから、5000円割り込まないと買わないかな。予算いっぱい持ってるよっていう人は買っても問題ない銘柄でした。もうみんなおじちゃんおばちゃんね、お金持ってるもんね。5000万円以上1億円未満にアンケートで回るっていう人つけてるおじさん見たし、アラームセットで5200円を下回ったら、ピッて通知が鳴るようにいつでも買える状況にしておこう。はい、次の銘柄。証券番号3561、力の元ホールディングス。いや、これね、味の素じゃないんだ。会社概要をまとめると、ラーメンを売ってるリアル店舗のお店以上。他の業界と比べると、原材料とか人件費の上昇っていうのは影響を与えているものの、それってどこの企業もそうだから、じゃあどこが割安割高になるっていうのはあまりないんじゃないかな。国内外の店舗の展開とデジタル政策によって売り上げを顕著に伸ばしていると。他の会社と比較しても、特に国内市場でもブランド力が強くて、今後の成長に期待が持っている。ということで、シニアチャンネルではピックアップされたと思います。僕は全く知らなかった。優待の内容は、一風堂などグループ店舗で利用できる優待券を提供しています。この優待券はラーメン1杯が無料になるというもの。100株以上保有している株主が対象となる。優待券を利用することで人気メニューの白丸元味っていうのか赤丸新味っていうか、そういうのを無料で楽しむことができると。取得の条件は、100株以上保有している株主は1年以上継続することでもらえるんですけど、僕みたいにそんな1年待てないよ、すぐ売っちゃうし、その時だけ持っとけばいいな、そういう優待ないかなって後で紹介する銘柄ね、そういうのがあるんですよ。いっぱい持つと時間関係ないよっていう優待が年に2回3月と9月で送られてくるっていうのはすごく僕いいな。日本国内の一風堂とかラーメンエクスプレスというグループの店舗で利用できるらしいです。ラーメンを食べる優待券なので、ラーメンが好きな株主には非常に魅力的な制度。僕はラーメンすごく好きで、ラーメンじゃないって言われる人いるかもしれないけど、僕まぜそばがね一番好きで、しかもこうニンニク盛りっていうのがね山盛り好き。ラーメンが嫌いな人ってすごく少数派でマイノリティですよね。今回ねこの採点 AI に作ってもらいました。すごいね、僕がポチポチ打たなくてもパって。でも文章は考えるけどね。もう文章を考えてプレゼンテーション資料パワーポイントに組み込んで会議をしたりとか、もうすごいよね。めんどくさいから。ちょっと AI を試してみました。一瞬でこれできるんだよね。財務健全性は22点。資産の若干の減少っていうのは見られるけど、純資産全体的には増加している。で、健全な財務を維持している。そして自己資本比率は 54% に改善したから、守りと攻めのバランスができているでしょうね。自己資本比率がめっちゃ低いと、ガソリンがもう減ってる。燃料がもう少ないのに、もっと遠くに行くスタンドがあるかわかんないけど、みたいなそういう状況なんで、54% だと割と安定、財務健全性としては22点。で、売上は前年比 15.9% 増加して営業利益もわずかに増加している。国内外ともに新規出店のデジタル政策の導入によって安定した成長が期待されているっていう割と強気の予想ですね。一風堂のブランド強力な市場を持っていて、ラーメンで国内の店舗拡大をしている。海外の店舗運営においては、特にアジア市場での成長が顕著で、各国の店舗数も安定的に増加している点が評価のポイントで23点です。しかし、コスト増加のリスクが残る点が慎重な評価につながるのかな。将来性に関しても23点高。これはさっき言った。総合評価としては92点。財務健全性で安全を確認しながら、かつ競争力を持っているっていう企業。短期的にはコストが増加で株価が下がるっていうか、乖離っていうか、利益下がってるから株価も下がるよね、みたいな流れにはなってるけど、長期的には国内外での店舗拡大デジタル戦略っていう SNS にも積極的なので安定した成長が見込まれるんではないかな。じゃあ買うか買うべきじゃないかっていうと買いだね。株価自体が1100円ぐらいで10万円ぐらいあれば買えるし、これだけ点数が高いのでブランドも高いし、で海外の拡大の可能性を考慮すると長期的に
見える。だから持てるか。なんだろうね、食品業界全体に言えるのが株価が下がってるんだよね。直近半年でエントリーした株主っていうのはみんな含み損で、下げトレンドを形成してるから、この半年の間に買ったけど、下がってきた。そんなはずじゃなかった。売ってしまえ。で、それを儲けようとして、売りで儲けようっていう人がどんどん売ってくるわけじゃん。どんどん下がって下がって。もう買う人いないじゃんっていう感じで、下がりムードですね。ようやく今、ピシって横ばいになっているから、みんなより安い値段で買えるけど、じゃあいつ買えばいいのかなっていうのは僕も悩むところ。業績が上がっていくと、PR とか ROE とか上がってくるから、株価も反映されてくるはずなんだよね。この株価の下落とともに、PR っていうのは共に下落している。かつ業績は良かったから、グッて下がっている。割安度を増している。さて、アルゴリズム行きましょう。今が1167円。1200円以下で買えただったらいつでもいいと思うんですけど、現在の値段で買えたと仮定しよう。損金のラインは 91% の1062円で損失を限定しとく。そして上昇トレンドが確立した時にトレーディングを開始するのが1237円。で、一番ピークから 3.3% 以上下落したら下げトレンドが始まってるのかな、押し目買いかな、調整かなっていうことで、利益確定41円。3.3% だね。で、アラームの設定で1320円。これを抜けると、レンジ相場を大きく振り切ることになるので、買いが入ってきてる。投資家のその相場が根本的にこう、なんだっけ、需要と供給のバランスが大きく変化してるから、ブレイクする可能性が高いなって。逆に1130円下回ると、また下げトレンドの形成の継続ですね。だからより安値で優待をもらえるっていうことなので、一度損切りした方がいいのかなっていうところ。とにかくアルゴリズムはちゃんと設定しておけばね、悩むことはない。はい、次の銘柄は証券番号5949のユニプレス。ユニプレスは僕が得意な銘柄だ。工業系のやつですね。配当金がめちゃくちゃ高くてね、配当金目当てで持ってもいいし、優待でもいいし、さあ行きましょう。権利確定日は3月で年に1回だけ。でも配当が多いから持っててもいいかな。ポイントを用いてカタログギフトの中から商品を選べる株主優待ポイント制度です。ポイントは食品、クオカード、デジタルギフト、マジカギフト券っていう交換が可能です。専用のウェブサイトから購入する。長期保有者にはより多くの優待ポイントが付与される仕組みがあって、総合優待利回りが 5.47% って言うとめっちゃ高いね。はい。取得条件に関して、100株を1年以上保有している場合、ようやく1000。これさっき言ってたんですけど、じゃあその時だけ優待欲しい。もう1年以上とかね、半年以上とかかったるいことは言うなって。そういう時は300株以上を保有している場合は、保有年数に関係なく無条件で1000ポイントを取得できると。じゃあ僕だったら、信用、売りと現物を300株ずつ持つと相殺して、優待だけゲットすることができる。しかも楽天僕やってて、手数料ゼロじゃん。信用でちょっとかかるかもしれない。こういうのを優待クロスとか言うんだって。マクドナルドの優待で1年以上の保有が条件なんだけど、権利落ちっていうのが気になるじゃない。権利落ちて、株価落ちて、でも直近に信用売りをやっとくとリスクをなくせる。一方でずっと保有してるんだったら現物だけ持っとくっていうのもありだね。じゃあどういう会社かっていうと、自動車部品の製造、販売を主な事業としている企業です。プレス加工技術を駆使して自動車の骨格を形成するシャシー、ボディパーツを提供しています。国内外に製造拠点を持ってグローバルな市場での競争力を有している。自動車業界は半導体不足とか供給網の問題が改善傾向にあるけど、EV 化の進展とか新たな技術開発の要求が求められます。例えば、技術職の僕からすると、EV になると動力に関する部品定数っていうのは10分の1になるので、このボンネットのエンジンのスペースっていうのはもっともっとちっちゃくなる。あとは、エンジンを前に置かないといけないとか、そういう場所の制約っていうのがなくなるので、もう床に敷き詰めちゃうと、ボンネットいらないじゃんっていうのもできるし、自由度が高いんだよね。ただ、衝突安全性のリスクを考えると、やっぱりボンネットにバッテリーやモーターを詰め込んだ方がぶつかった時にクッションになるから安全かなっていう流れは変わらないんじゃないかな。でもとにかくボディの構成が大きく変わるから新設計になる可能性が高い。だからそういう需要、注文っていうのはあるんじゃないかな。さあ、2025年3月の第一四半決算レポートを読みました。財務健全性は23点、自己資本比率の上昇とか借金の減少とか健全な財務管理が評価してこの点数。成長性に対しては20点。海外市場での成長が見込める一方で、日本市場の成長の鈍化っていうかな、人口が減っていってるから、売上減っていくのはもう見えてるので、20点と低め。市場ポジションにおいては22点。プレス加工の技術っていうのに強みがあって、自動車業界内でポジションは
堅実。上から単純にポンって鉄の板を押し付ければいいかっていうと、そうじゃなくて無理やりやるとひび割れたりしちゃうので、力のかけ方とか、熱のかけ方とか、そういう職人技を再現できるとか、ノウハウが必要なんですよね。はい。将来性に関しては21点。それは EV 市場の拡大、新技術の対応力っていうのが鍵となる。成長戦略の明確化が期待されているけど、何をすればいいかっていうのがもう決算資料にね、書かれていないので21点。はい。よって総合評価は86点。人間の意識、信用倍率の変動は安定していて信頼性が高いって思われる。もともとね、株に信用がないと売りができないからね。それだけ信用売りができて、それだけの一定の出来高があると認知度と実績っていうか、信頼性が高いから、あ、これ買う機会があったら買おうかなっていう投資家が多い。で、出来高の推移、これは安定していて、特に変化がないから、もうどうかな。あと意外と工業系で大きいトヨタ系のやつかな。時価総額大きいかなと思いきや、512億円なんで、そんなに大きくはない。だから、機関投資家が入りづらい、買いづらい状況なのかな。一方で、配当金が 5.2%、無理してるのかなと思いきや、やっぱ工業系はね、配当金低めっていう文化があるので、それでも 30% の配当成功。で、減配っていう心配はないかな。PR が 9.2、工業系は低めなんですよね。業界比較を見ると、あまり参考になるものがない。っていうのも、時価総額が500億円くらいなんで、正当に評価されないっていうかな。まあ、安定した出来高で、業績は上がっていってるので、どんどん割安にはなった。ここの決算の発表時にポンって落ちたから、より割安の PR に改善しつつあると。買いか買いじゃないかっていう点に関しては、もう間違いなく買いだなって僕は思いますね。これはちょっと自信もあります。直近の株価半年を見てみると、価格帯別を見てみると、結構下の方になってるから、いつまで持っとこうかな、売ってスッキリしたいな、人が多い。いつトレンドが転換するかっていうところですけど、まあ配当利回りが 5.2% あれば、気長に待つことができるから、別に無条件に100から300株持っててもいいなって僕の資産700万円からしても思います。財務健全は堅実だし、車が急にボディがなくなるかっていうと絶対なくならないし、あとはうまく海外市場に展開していかないと日本人がいなくなっちゃうから、車に乗る人が少なくなるから、そこは大丈夫かなって考慮する点はあるけど、数字上はまだ大丈夫。海外の比率も高くしていくべきだと会社も思っているし、アルゴリズム注文のメリットとしては感情に左右されず冷静な取引ができる。タイミングを残さず自動で取引。注文を出せるため、忙しい投資家っていうか、兼業投資家、仕事をしながらやってるっていう人でも、いや、そういう人に向いているなって、市場の急変にも迅速に対応できるっていうか、自分がそこにいなくても自動でやってくれるから、リスクの管理っていうのがしやすい。もう自分が体調万全の状態で注文が再現できるっていう。デメリットとしては注文ミスがあると意図しないタイミングで売買されるリスクがあるから、ちゃんとプログラムの理解っていうか設定が必要。だから初心者にはハードルが高いとされています。でもこれって勉強してしまえばデメリットって一つもないですね。はい、いかがでしょうか。今日は4銘柄紹介しました。投資の継続的な学び。これは絶対ね、投資家に限らず魅力的なやつ。結婚したんだったら結婚相手に尊敬されるためにも、やっぱり年を取って体の魅力っていうのがなくなっても、それでも結婚して一緒にいたいっていうのは尊敬しているから。だから常に成長して教え合う存在が理想の夫婦なんじゃないかなと思ってます。僕も今回は他のチャンネルを参考にして、僕の YouTube で執筆している台本の大きな変更を加えました。これが良かったな。最初から優待を話すのがいいな。いや、決算とか長いのを話してたけど、要点を点数から一気に今回は入れたんで、そっちの方がいいよっていう人が多いと思うんですよね。その場合は、僕が今回おすすめするので1番。もう1っていうコメントだけでもいいです。で、以前の詳しいやつが良かったよ。でもその代わり30分説明して2銘柄しか説明できないみたいな。僕もやっぱこう話してみると、この1番の決算8割方へし折って、とりあえず買いか買いじゃないか、アルゴリズムはいくらってやった方が早く回っていくんじゃないかなと。何を隠そう、僕はね、数年後何をやってるか、会社を創設して従業員も何人か雇用している状況なんだろうなと。理由は会社として活動すると行政からの補助金とか支援があるし、住んでる場所を経費にできたりと活動の幅が広がる。お金になる以外には株式会社っていう信用が高いから、その自分が行いたいという会社とは別に VTuber 事務所を作って収益を他の事業から補う予定です。お金持ちのコミュニティを作って僕も影響を受けて会社や事務所を作ろうって去年の10月あたりから検討し始めました。思考は現実化するっていう名著があるように、
お金持ちになりたい、有名になりたいって YouTuber が発信すると、そういうことを言ってるとね、手伝ってくれる人が現れて、自分から企業に向けた、夢に向けた行動をしていくわけなんですよ。22歳の大学生の時、起業するぞとか全然そんなことは考えてなくて、ただゲームとか吹奏楽が好きで働きたくないなって思ってた。当時仕事はね、辛いことをして精神と寿命を削って得られる対価っていうのが会社で働く給料と思ってました。会社を退職したのが2022年の5月。そこから毎日10時間ぐらいの時間が浮いた通勤時間含めて自分の時間で投資や起業を進めていく。みんなも会社員じゃなければ会社を起業したり、組織のリーダーになったりとか、やりたいことやって投資で1億円稼ぐとか、そういうことできるんですよね。やるか？やらないの？そのどっちかのそういう問題。やりたくない会社で仕事するっていうのは、やりたくないなって愚痴を言う人はいるし、僕はせっかくね、これやったらどうってアドバイスっていうか言うけど、なんか余計なお世話みたいな、じゃあ文句言うなよってね、やりたくない会社で仕事をするっていうのは自分で選択していることじゃないですか。文句言いつつ一人で生きるのが怖い、勇気がないって。僕の YouTuber 活動もそうですけど、行動しないと結果も実績もない。投資だってそう、リスクの高い商品買って100万円損するとか、ただそれを二度と同じ失敗をしなければ人生は良くなっていく。VTuber を存じ上げている方が多くて、投資が趣味で職業にしているって人が多いこのチャンネル。VTuber 業界では僕みたいな人は、見たことないよね。趣味で配信して、それがお金になるビジネスになるっていうことは知らない人間が多い。すなわち VTuber という新大陸にいる原住民がいるんだけど、そこを僕たち投資家が植民地にしてしまえば、めっちゃ面白そうじゃないですか。結構ね、もう稼げなくなってきてるからみんな安売りで相場が安くなってきてる。でも実際みんなが提供してる技術にはめちゃくちゃお金があるんだよ。みんなの労働力がお金になる。だから会社っていうのは人を雇用するんだよね。わかる。僕と一緒に YouTube 活動して有名になりたいよ。一緒に会社 VTuber 事務所をやりたいっていう人、給料ないけどそれでも投資としてやっていきたいよっていう人はコミュニティで待ってます。はい。あるこの木ファンクラブのオフ会を開催します。オフ会はね、初めてじゃなくて2回目で、11月の愛知県周辺で行います。有料会員のみの参加にすることで、金取り上がって、なんで無料じゃないのケチだな。こんなんで儲けたいのかって、気持ちはわかるし、僕すごくね、悩んだんですよね。でも、有料会員にすることによって、すごい治安が良くなった。もう文句言ってくるやつとか、もうほんと、ガソリン代がないとか、年金出たら参加できるよとか、聞いてもないのに言ってくるみたいな。じゃあ僕はどうすればいいのみたいな、結構困った人が、おじさんが多くて、やっぱりそこはね、無料じゃない方がいいなって経験しました。ピクシブファンボックスで加入することができて、料金2つあってね、5000円のやつね。このイベント、オフ会に参加したいから、その月だけ参加して、で、イベントが終わったら離脱して全然構わないです。友達を誘う、じゃあ何まで誘っていいのかっていう、そういう制限は設けてないので、スポンサーっていうか、この支払う人が1人いれば、友達であればね、人数の制限っていうのは設けていません。来週オフ会の詳細が決まったら、詳しく説明していきます。いいね、高評価、シェアボタン。これが増えたらおすすめ表示回数が増えて投資家の仲間が増えます。大規模になってね。仲間が増えたらコミュニティが成長して会社を手伝ってくれる人が増える。見てる側として面白いじゃないですか。やっぱり投資、小春 VTuber で投資をする VTuber が当たり前になってたね。あの時ってあれ、あのやつしかいなかったけどさ、みたいな。で、みんなが協力できることは、いいね、コメント、シェアボタンを押すこと。現在その5000円の有料会員に入ってるっていう人は、これらの人たちで、特にハンター不動産のヒロっていう人は、不動産で財を成したっていう人で、僕の影響を受けて VTuber になりたいっていう、というわけで VTuber モデル作ったんですよね。その試作品っていうか、その活動をサブチャンネルで投稿して様子を見てみるので、あ、この人がスポンサーの人かって思って見ていただけるとね、どういう展開になるか僕もわかんないけど、ちゃんとお金持ってる実績ある人なんで、不動産に対する知識っていうのは有料供養の価値があるんじゃないかなと僕は思ってます。それでは仕事も遊びも全力で生きていきましょう。また次回の動画でお待ちしております。あなたと一緒に成長していくように活動してまいります。ではまた概要欄とか見てね。